ほやっほ、今日もイヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、BQEYZ のトパズ8取り。BQEYZ といえば、たまに寄り道しつつも、最近は、1PT ピエゾツイーター 1BAH ダイナミックドライバという、トリプル構成のイヤホンで定評を発してきた。商品の発売ペースは遅いものの、そのどれもが良作で、BGVP を愛好する人からの信頼も厚いブランドだ。個人的には、BQEYZ サマーが一番好みだな。今回紹介する BQEYZ トパズは、サマー、スプリングシリーズとは異なり、BA が入っていない、ピエゾツイーターとダイナミックドライバのハイブリッド型イヤホンだ。国内だとインタイムが有名なこれらのコンビネーションなんだけど、BQEYZ 製品はダイナミックドライバがそれらより大きめで、かつ、トパズは、BQEYZ 製品として初めての組み合わせ。大きなダイナミックユニットには、LCP、液晶ポリマー振動板を採用していて、かつ、ピエゾツイーターも新世代のものになってる。より自然な鳴り方が期待できそうだな。ここら辺をそれぞれのイヤホンで世代更新してるからこそのこの発売ペースだ。まずは外装から見ていこうか。トパズは、13mm のドライバが採用されているとは思えないほどコンパクトなボディに収まっている。形状、装着感はサマーに近く、より先に発売された、スプリングシリーズからの改善を感じるな。素材としては、定番の、耳に当たる部分がプラスチック製、ノズルと背面部分が金属製の組み合わせ、主張しすぎないフォントが、本気の存在感をいい意味で引き出す。最近またデカデカと構成書くようになったブランドとかあるから余計にな。ノズル周りは角度、長さともに一般的に受け入れられる寸法で、超大型のダイナミックドライバーを採用しているけど、重量、サイズ、形状すべて、装着しやすいイヤホンの部類に入ると思うぞ。このイヤホンの直近の3つのモデル、サマーオータマンが、どちらも良い装着感を確保していたけど、この8取りも問題のない装着感を持ってる、というわけだ。付属品はちょっと豪華め、3サイズ2種類。イヤーピースのノズル調によって音質が変化する、調整可能なイヤーピースと、それから、シルバーの新しい円形ポーチ、クリーニングロッド、付属ケーブルとなっているぞ。シルバーのポーチはしっかりとしていて、圧力などでも潰れにくいセミハードポーチだ。今回はグレーを受け取っているので、もしかしたらパープルの方は、ポーチの色も違うかも。でも、どっちの色についてても違和感のないカラーだな。このイヤホンのリケーブル方式は、前込み型にピン端子、横方向の深みも強く、ケーブルの選択肢も多い方式だ。2010年代の中華ケーブルとかは、前込み式に対応していないものがあるので、ケーブルの端子部分を見て、四角形の台座部分が飛び出しているかどうかで判断しよう。早い話、このレビューに出てくる画像と違う形だったらアウトってことだ。ついてくるケーブルも普通に有能で、4N の単結晶銀メッキケーブルが付属するぞ。取り回し、質感ともに良好なので、特に追加品を買う必要もなさそうだ。ただ、より純度の高いケーブルで聞きたい人は、積極的に変更する意味もある印象だな。次は中身についても触れていこうか。概要のところでちらっと話したけど、今回、トパズが採用しているのは、13mm の大型ダイナミックドライバと、それとほぼ同じサイズのピエゾツイーター、それを同軸。つまり、同じ軸の上に重ね合わせて配置することで、コンパクトかつ効果的な配置を実現している。早い話ほぼ一体型みたいなドライバが内蔵されてるわけだ。そのおかげで本体サイズが小さいんだな。セラミックツイーターも新型、9層のものが採用されていて、サマーの5層、スプリングシリーズの7層とは異なるものになっている。これが、BA とのカップリングなしでも高音域を任せられるようになった理由っぽいな。13mm の振動板を持つ、トパズのダイナミックドライバは、サイズこそスプリング、サマー、オータムと繰り返し採用されたものなんだけど、サマーが LCP 液晶ポリマーと PU の組み合わせだったのに対し、今回は LCP のみの採用となっていて、説明だけでは別物のように感じる。そうでなくても、今までの季節シリーズとは異なり、BA が入っていない構成なので、どんな音の変化があるのかはとても楽しみだな。音色についても見ていこうか。まず、13mm と非常に大きなダイナミックドライバによる余裕のある鳴り方は、スプリング、サマー、オータムと引き継がれてきた鳴り方。低音域の、ゴリゴリに鳴らす、マッチョを押し付けてくる派手な表現はなく、しっかりと低音域が鳴っているけど、音量としてはそんなに持っていない。中音域や高音域の前に出てくるような鳴り方はしない程度に抑制された調整だ。中音域が手厚く、また、しっかりと深いサブベースも鳴ってる、余裕のある鳴り方だ。ボーカルも厚みのある鳴り方で、温かい印象を受けるぞ。ピエゾツイーターは積
送数が増えたからか、いかにもなソリッドなピエゾ的サウンドは鳴りを潜めていて、それでいて高音のエッジ部分にピエゾツイーターの存在を感じることができる音色。一見、ウォームで余裕のある、よくできた1ダイナミックドライバーイヤホンに感じるんだけど、高質な高音域を出力した時に眠くなりすぎない印象があって、ここにきちんとピエゾが生きて、声道が効いている印象だな。ピエゾツイーターって高音バッキバキになるんでしょ、という気持ちで買うとちょっと思ってたのと違うかも。全体的には重量感のある鳴り方で、それだけだと鈍重に感じてしまいかねないチューニングなんだけど、そこにピエゾツイーターで高音域の輪郭を追加したことで、落ち着きだけの音じゃなくしている印象。バランス接続にしても、分離感はそれほど強調されず、全体に重みのある鳴り方で、残響も非常に濃厚。個人的にはキレの良い音が好きなので、このような残響がこってりと残るイヤホンは苦手なものが多かったんだけど、トパズの場合、それらが重すぎる一歩手前にピエゾによる軌道修正が入るので、輪郭がぼやけたり、低音が常に曲全体に居座ったりするような不明瞭さはない。それでいて、中音域以下の重みはたっぷりと確保しているので、なんというか、トップクラスの相撲レスラーレベルの動ける巨人みたいな、音の厚み、重みは完全に重量級なのに、高音域の小回りの良さはしっかりピエゾツイーター搭載モデルらしいところがあって、それでいて、高音域はあんまピエゾっぽくない、という不思議な仕上がり。それでいて、要所要所はやっぱりピエゾっぽい。感想が矛盾してるように感じるかもしれないけど、おそらく、13mm ダイナミックドライバーをこんだけ濃厚に振り回したら、絶対にやぼったくなる高音域を、しっかりとピエゾが補正して、抜けの良さを確保してるんだよ。でも、ピエゾが苦手な人が感じるような成分は、9層の新開発ピエゾのおかげなのか、しっかりと抑えられていて、鈍重にならない成分をうまく活用している感じ。BQEYZ のイヤホンらしく全体のバランスを見たときに、突き抜けるような高音域や爆発的な低音域といった、ビビッドなイヤホンではないんだけど、全体に余裕のある鳴り方で、派手な個性には感じないんだけど、しっかりとじわじわ効いてくる魅力を持ってる、という点で、オータムやサマーに続いて、おすすめのイヤホンにしっかり仕上げてきている。手持ちの他のイヤホンで近いものをいくつか出すと、まずは、同じ 13mm ダイナミックドライバーを単発で有する、レトシャオワーの D13。これとは完全に旨味が別のところにあると思う。D13 は 13mm のパワーをうまくベントを使って調整することで、非常に抜けの気持ちの良いイヤホンになっているんだけど、トパズはもっとねっとりと情感たっぷりになるイヤホンだ。それでいて、D13 などで求められている高音域の反応の良さはピエゾツイーターで確保されている。抜けという要素では、シャオワー D13 には劣るけれど、この良い意味でじっとりと残るボーカルや低音域は、トパズ特有のものだと思うな。トパズの強みに近いのは、KB やオーロラだろうか。あれもどこか、音の輪郭をはっきりさせる音、というよりは、全体に温かみと厚みのある音色。ただ、トパズの方がより重量感や量感に優れる音で、かつ高音域がしっかり声動するので、トパズにはよりメリハリがある。逆に、そこが全てニュートラルなのがオーロラの魅力なんだけどな。似て異なるのが、アイコーの 1BA1 ダイナミックドライバー、OH10 だと思う。どちらも残響に特徴のあるモデルなんだけど、OH10 が残響成分が多いものの、重量のある単動による響きを特徴とするイヤホンなのに対し、トパズは 13mm のやたらでかくて柔らかくて極薄なドライバーによる振動板性能でぶん殴ってくる残響感。これらの響きの違いは、多分マニアだと近いんだけど全く違う、ということを理解してくれるんじゃないだろうか。ソフティアーズボリュームも残響感を強く持つハイブリッドだったけど、トパズの方がピエゾによる高音の引き立ちが強かったな。音色のところでも言ったけど、高音にメリハリがあって、かつ完全には高音と低音の温度感が分かれていないチューニングが好ましい。BQEYZ のモデルとも比較してみようか。サマーと比較すると、サマーの方が中音域が明るく、残響の切り上げも若干早い。それでも、サマーは十分に残響のあるイヤホンなんだけど、トパズはことさら濃厚だな。また、高中音域に爽やかさが欲しかったり、よりメリハリがある音色、わかりやすい音色が欲しければサマーがおすすめだ。ちなみに、さらに元気で若干の感触よりが欲しければスプリング2がおすすめだな。対してオータムはこの独特の残響はなく、よりオーソドックスなイヤホンを目指した、という印象。BQEYZ の中で最もスタンダードな鳴り方をする印象があって個性を求めるならサマーやオータムがおすすめだ。全体に、こうやって見てくると、トパズの中音域あたりの分厚さは、よりニッチで深い層向けに作られてるように感じるかもしれないけど、むしろ、これだけ音が濃厚なイヤホンに、それだけでは納得できない、よりニュートラルな好みの人でも納得できる、ピエゾによる反応の良い高音域をプラスしたような音色が、トパズだ。僕はぶっちゃけこういうイヤホンが苦手で、より分離が良く、反応が良く、残響がスパッと止まるイヤホンを好むんだけど、
高音域が柔らかく、暖かくなりすぎないでいて、中低音域の分厚さはゴリゴリに引き出しているトパズは、こういったウォームで密度感の高いイヤホンの良い成分だけを抽出したような、初めてこの手の中音域を持つイヤホンで長らく使っていける確信の湧いたイヤホンになった。高音域がしっかりと改造しつつ、低音域は重く、長く響く音色なので、あまりこのタイプの濃厚なイヤホンに手を出したことのない人にも、トパズは新たな世界を開くかもしれないぞ。最後に音色を分解してみようか。高音域、全体にそれほどソリッドな印象はないんだけど、高音域から中高音域はしっかりと制動する。ここが甘くなりすぎないのがトパズと他の暖色イヤホンを切り分ける重要な要素じゃないだろうか。高音域はいかにもピエゾツイーター、といった、刺さる、鋭い、といった印象はなく、BA の金属質な鳴り方とも異なる、声動の良さがよく耳に留まる音色だ。中音域、ボーカルはねっとりと情感と量感を伴う、声量のあるボーカルもしっかりと力強く再生するし、他の楽器もしっかりと鳴るぞ。演奏する音の数が増えても、高音域の声動のおかげか、音がごちゃごちゃに混じる感じもなく、それでいてどの音も濃厚でしっかり重たい。低音域、意外にも音量としてはそれほど大きくないんだけど、しっかりと量感を感じる音質、LCP の柔らかく薄い、弾力のある振動板のイメージそのままの、変に強振せず、それでいてたっぷりと重みと弾力のある音だ。それでいて平均的な音量に抑えているからこその贅沢な鳴り方なんじゃないだろうか。バランスとしてはそれほど高音低音が強調されてる感じはないんだけど、とにかく全体に重くて温かい。それでいて、しっかりと音色は切り分けられるし、高音は立っているので、分離感が大好きな人から、温かいイヤホンが大好きな人にまで、一度聞いてみてほしい音色だな。なんだろう、絶対合わないと思ってたおハーブ入り豚骨ラーメンみたいな。面白い。確実に面白いイヤホンだ。上位のイヤホンと比較しても、好み次第では引けを取らない、独自のポジションを持つイヤホンだと感じたぞ。おすすめかどうか、一遍自分で聞くんだよ。と、こんなところだな。なんか久しぶりに10分を大きく強化するレビューになった。とにかく分厚さと高音の適度な分離が本当に印象的で。僕がイヤホンレビューを続けるのは、こういう新しい面白さに未だにボコジャカで合うからだと思う。逆にこういう新しさを感じられなくなったら、一旦楽しみに走るのがいいのかもしれないな。数年間聞いてきて、新しい体験が尽きることは全くないけど。というわけで、今回はここまで。